こんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。もう12月、あと1ヶ月で今年も終わっちゃいます。今月は徹底的にお顔の大掃除をして、お顔のコリ、癒着全部取り切って素敵なお顔で新年を迎えましょう。今年はですね、ちょっとパワーアップして、このヘッドドライバーフェイスポインターだけじゃなくて、さらにこのフェイスプレイヤーですね、こちらも使ってしっかりとほぐして動かすと、そういった形でもっともっとお顔を動かしやすく、そして最高の笑顔でお正月が迎えられるように、みんなで頑張ってやっていきましょう。それではレッツゴー。まずはシングルロットでリンパの詰まりを取っていきます。鎖骨下を少し引っ張ると首のラインが出ます。その下を30秒。肩の手前側を引っ張ると上手に後傾筋のラインが出ます。あまり内側に寄せすぎると違う首のラインが出るので注意してくださいね。これだけでも顔が変わってくる方たくさんいますよ。斜め45度下から押すのがポイントです。反対側、首のラインの下。角度大丈夫ですか？ポインターはぐっと力強く押し込まずに軽く押してあげれば OK です。次は耳たぶの真下、耳たぶの付け根あたりをシングルで押していきます。このあたりはたくさんリンパ節があるところ、痛くないなと思ったら少し角度を変えてみて、詰まっている場所を探してみて、だいぶ顔がすっきりしてきました。反対側、耳の付け根あたりをお顔の中心に向かって人によって場所は少し変わります。この場所だというふうに考えずに柔軟にあちこち押してみてください。今度はトリプルに変えて耳の付け根を押していきます。耳と髪の生え際の間、耳手前の骨の少し上、くぼんだところがあります。そこを3本で押していきます。ここは目につながる血管もあるところ、押すと眼精疲労もすっきりしてきます。反対側、耳の穴の手前の骨のちょっと上です。くぼみがあるので分かりやすいと思います。ここを押していると頬もぐっと持ち上がってきて、ほうれい線も薄くなってきます。次は鎖骨下、後傾筋の癒着を取ります。シングルで鎖骨の始まりから鎖骨の斜め45度下から押していきます。1箇所5秒ずつ6箇所ほどに分けて、骨の際を丁寧に狙っていきましょう。最後は最初に押した鎖骨下のリンパ節のあたり、ここまでで OK です。上側、今度は鎖骨に一度置くようにして奥に滑り込ませるように鎖骨の際を真上から押していくのがポイントです。毎回鎖骨を確認してギリギリを狙ってみてください。
こは後傾筋だけじゃなく、胸鎖乳突筋という首の横にある筋肉もついているお得なポイントです。反対側、鎖骨の始まりからかなり後傾筋や大胸筋が硬くなっていると、鎖骨の下の部分が分かりにくい方がいます。そういう方は手で丁寧に確認してやってみてくださいね。ここもあまり強く押し込まないで、力を入れずに軽くやっていきましょう。上側、鎖骨の頭から、ここが一番硬くなっているポイント、しっかりやりましょう。鎖骨の骨を押すのではなく、骨のすぐギリギリ後ろのところを押していきます。次はフェイスライン。顎の骨に沿って下から上に押していきます。ここも顎の骨のギリギリ。骨を確認して一度置いて滑り込ませるようにすると上手にできます。最初のうちは丁寧に骨を確認しながらやってみてください。エラまで来たら今度は上に上がっていきます。ここは1箇所10秒ほど丁寧に後ろ側から手前側に押すような感じでやっていきます。反対側、顎の先端から一箇所一箇所丁寧に。特に顎を凝っている方は骨を覆うように凝りがある場合があります。顎の骨、しっかり確認してみてください。エラまで来たら上がっていきます。フェイスラインを削り出すように、骨の内側に入れ込むようにしてみてください。ここはたくさんの筋肉が交差する場所、癒着も起こりやすい場所です。この角度ですよ。今度は胸鎖乳突筋。耳の後ろにある乳葉突起という骨を斜め下から押していきます。10秒押したら少し下がって、もう一つ下がって、胸鎖乳突筋の根元の癒着を剥がしていきます。反対側、耳の骨を斜め下から、ここは胸鎖乳突筋と顎に腹筋という筋肉がくっついているポイント、フェイスラインがぐぐぐっと上がってきますよ。フェイスポインターを頭の方に向けて押してみると壁みたいなものがあります。それが胸鎖乳突筋、しっかり剥がしていきましょう。今度はヘッドドライバーに変えて乳葉突起の下を押していきます。斜め下から上に押し上げるように、しっかり10秒押したらそのまま斜め上に上がっていきます。
ここは胸鎖乳突筋、そして頭板上筋がくっついているポイント。首の筋肉が凝ると頭の筋肉を引っ張って顔が下がっていきます。今度は胸鎖乳突筋の後ろ側、頭板上筋をさらに剥がしていきます。ここは1箇所5秒ずつ耳の後ろからずっとまっすぐ降りていきます。凝っている方は硬い筋肉があると思うので、それを確認しながら降りていってくださいね。上手にほぐれると首がぐぐっと長くなっていきます。最後は肩の付け根まで。反対側、まずは乳幼突起の根元を押していきます。斜め下から上に向かって一つ上がって、首の筋肉と頭の筋肉がくっついているポイントです。もう一つ上がって、ここが痛い方はかなり首凝ってます。さらに下に下がっていきます。首はたくさんの筋肉がある場所、少し動くだけで筋肉が変わっていきます。慣れない方は片手で筋肉を確認しながら丁寧に押してみてくださいね。次は側頭筋、耳の上をヘッドドライバーで押していきます。耳の付け根をしっかり10秒、まずは押して、そして硬い筋肉を持ち上げるように少しずらしていきます。これを3箇所に分けて押して動かして、押すことで癒着が取れて筋肉が動きやすくなります。動きやすくなったらさらに動かしていく。反対側、耳の手前をまず押していきます。耳上はかなり凝りやすいところ、首や頭周りは今回だけではなくお仕事中などこまめにほぐしてあげてくださいね。次は側頭筋の8、生え際から目尻の延長線上を押していきます。1箇所5秒ずつ。あまり上に行き過ぎると前頭筋に入ってしまいます。ちょっと下すぎるかなぐらいの場所がちょうどいいかもしれません。少しずつずらしていって、最後は耳の後ろあたりまで。反対側、生え際からスタートです。耳の上、そして8、ここは側頭筋が凝りやすいポイント。ゆっくりお風呂の中でもほぐしてあげるといいですね。次は前頭筋、生え際を目尻から反対の目尻まで動かしていきます。ここも頭を少し後ろに引くように動かしてあげるとさらに効果的。前頭筋も凝ってる方めちゃくちゃ多いです。しっかりほぐしていきましょう。今度はストレッチ、肩をぐるぐる回していきます。肩甲骨を後ろで寄せるように大きく肩を回して、今度は手前に回します。
次は耳をチョキで挟んで、耳の周りの筋肉をしっかりと押さえて上下に大きく動かします。今ほぐした耳周りの筋肉をさらにストレッチ。今度は首側面、肩と首をぐーっと引き離すように10秒間じっくり。反対側。今度はシングルとトリプルを使ってお顔の中をほぐしていきます。まずは後筋、下側から顎の骨の上ギリギリをトリプルで押していきます。1箇所5秒ずつ6箇所に分けて。この辺りはコリがある方はしっかり捉えにくい場所、その場合は少しコリを上に持ち上げて骨の際ギリギリを狙ってみて、エラの上も上がっていきます。今度は上側。シングルにして骨の際に斜め45度下から入れ込みます。1箇所5秒ずつ。凝っている方は骨が分かりにくいかもしれません。その場合は骨を確認して丁寧に。どこまでが後筋かなという時は口を大きく開けてみると後筋の場所がわかります。反対側。骨の際ギリギリをほぐしていきます。わかる方はここにコリがあるなっていうのがわかると思います。それを剥がしていくように少しだけ動かしてみてもいいと思います。エラまで来たら上に上がっていきます。口を軽く開けて後筋に力を入れないように。上側、耳の手前から口を軽く開けて力を抜いて、目尻の下あたりは大胸骨筋がついているポイント。ここも一番凝りやすいです。今度は側頭筋。今ほぐした骨を今度は上から下に。ここも硬い方は骨の際が分かりにくいかもしれません。そういう場合はまっすぐ押していただいても大丈夫です。曲がり角を曲がって目尻を上に上がっていきます。目に入らないように。反対側。骨の際を斜め45度上から下に向かって。1本だと痛い方、骨がどこかわかんない方は3本の方を使っていただいても大丈夫です。目の横も怖い方は3本で行っていただいても大丈夫。できるところからやっていきましょう。口周りについている顎の筋肉をほぐしていきます。次は口角の横。ここには口角下制筋という口を下に下げる筋肉がついています。反対側。少し手で引っ張るようにしてあげると上手に押せますよ。今度は顎のラインをトリプルで押していきます。そのまま真下に下がって1箇所5秒ずつ、ここも後筋と同じように顎の骨の際を狙って押していきます。
特に正面の3箇所ぐらいはちょっと痛い方も多いかもしれません。ここは音替え筋という口をすぼめる筋肉がついています。梅干し顎の原因になるところです。次は頬の筋肉。にっこり笑って目尻の下、シングルで押していきます。1箇所5秒ずつ。頬の脂肪が多い方は少し脂肪を持ち上げてあげるとしっかり筋肉と筋肉の際に入ります。少しずつずらしていってしっかりと小鼻の横まで押していきます。ここもシングルで痛い方はトリプルで行っても大丈夫です。反対側、目尻の下からスタート。口輪筋と頬の筋肉たちのくっついている部分を狙ってここまでで終わらずに最後は鼻の際まで。今度はトリプルに変えて鼻筋をほぐしていきます。鼻の横から1箇所10秒ずつ。少し斜めに押してあげると上手にできますよ。もう一つずれて目に入らないようにあまり上に行き過ぎないようにしてくださいね。反対側、少しポインターを斜め上に向けるようにやるとさらにぐっと持ち上がります。一つ上にずれて眼下の場所を確認して眼下に落ちないように注意してくださいね。今度は前頭筋の眉上です。少し眉を引き上げて目に入らないように注意してトリプルで1箇所5秒ずつ6箇所に分けて押していきます。半分ぐらい眉にかかるように押してあげると上手にできますよ。目尻の上まで。反対側、眉頭から。ポインターは気持ち上に向けて押してあげると目に入りにくくなります。安全に使ってくださいね。今度は側頭筋と前頭筋の境目、眉尻から生え際までを押していきます。1箇所5秒ずつ。おでこを斜め下から見た時に丸いおでこになってない場合はかなり側頭筋凝ってます。この際の部分しっかりほぐしていきましょう。少しずつ丁寧に上がっていきます。反対側、始める場所は眉尻からでも生え際からでもどちらからでも大丈夫です。やりやすい方で行ってください。最後は筋トレ、あいうべおストレッチをしていきます。口輪筋をしっかり動かしていきましょう。まずは360度大きくあ。そして、横に引いていくい。
タコのように口を思いっきり遠くに遠くに、にっこり笑顔で口角を上げて、ムンクの叫びのように縦長に、お。これを5回繰り返します。まずは360度大きく開けて、いは長方形になるようにするのがポイント。うは唇の方に力を入れて、顎には力を入れません。口角に力を入れて、できるだけ縦に伸ばして、3回目。大きく開けて、長方形の口になるように。口角だけをぐっと持ち上げて、他はリラックス。4回目。できるだけ遠くに。ちゃんと口角に力入ってますか？最後。大きく開けて。できるだけ遠くに遠くに。口角をぐぐっと。最後思いっきり伸ばして。次は口角を50回持ち上げていきます。上げて、下げて、上げて、下げて。このぐらいのペースで行っていきましょう。口角だけに力を入れて、口角の真横や顎には力を入れないように。ほっぺを縮めるような感じで口角を上に持ち上げていきましょう。小鼻の横も口角の横も動きません。口角の真上だけが硬くなるようにしていきます。もし他の場所が硬くなったり動きにくい場合は、それが今のお顔の使い方の癖。いきなりたくさん動かす必要はありません。少しずつでもいいので、丁寧に動かして癖を取っていきましょう。できる方は全力で50回でも意外と疲れますよ。疲れてくると違う筋肉を使いがち。口角の上の筋肉だけを動かすのを意識して。顎や口角の横は柔らかいままです。はい、終了です。次は眼輪筋をトレーニングしていきます。閉じて、開いて、これを50回行っていきます。閉じて、開いて、閉じて、開いて。頬周りが動いてしまう方は手でロックして、おでこが動いてしまう方もおでこを押さえてあげるとやりやすくなります。閉じるときは下まぶたをぐっと上に押し上げるように。開けるときは上まぶたを開くように。動けてるかわからない方は少し上下のまぶたをロックしてみてもいいかもしれません。目を普通に閉じるのではなく真ん中に引き寄せるように、両方のまぶたをしっかり使って。
と20回。疲れてくると違うところに力が入ってきてしまいます。丁寧に目だけを動かして力が入っているところはロックして行いましょう。あと10回。もう少しです。頑張って。はい、終了です。はい、終わりました。結構長かったと思いますけど、皆さん全部やりきれましたでしょうか？今回は首、頭周りをほぐして、そして顔全体をね、ほぐした後にストレッチとか、あと筋トレ結構ね、入れました。こちら年末まで毎日やっていただくとかなりお顔変わると思いますので、ぜひ毎日ね、再生してやってみてください。まだフェイスポインターしか持ってないよっていう方は、頭とか首やってみて結構硬かったなとか、すごく変化があったなっていう方は、かなり首頭凝ってると思うので、こちらのヘッドドライバーのアタッチメント、こちらをね、使っていただくといいと思います。こちらも概要欄のオンラインショップにありますので、ぜひ見てみてください。このアタッチメントだけでもこのクーポンコード使えますので、必ず入れてくださいね。参考の動画の中で出ていたこのフェイスプレイヤーですね。こちらも筋トレの時に一緒につけてあげるとさらに効果が倍増しますので、まだ持ってないよって方は自分へのクリスマスプレゼントにぜひ使っていただくとね、いいかなと思います。これはね、医療機関でリハビリに使われている周波数をそのままお顔に使っているので、全然筋肉の動き方が違うんですよね。市販のいろんなね、美顔器の EMS あると思うんですけど、もうパワーとかお顔の変化ぐらいは気にならないぐらい全然違います。これも気になる方は概要欄からチェックしてみてください。最後にフェイスポインターの使い方がわからないよとか、もっとお顔の変え方を知りたいっていう方はインスタグラムもやってます。インスタでは毎週土曜日にライブをやってますので、そちらでも詳しい使い方お伝えしてますし、あともっともっとしっかりとね、お顔のことについてお話ししてますので、興味のある方はぜひインスタもフォローしてください。みんなで最高の笑顔でお正月を迎えましょう。頑張ろう。